さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。先見はですね、私の居飛車模様に相手の方が一手損角換わりというね形で対抗してきました。一手損角換わりはね、後手番の上に自分から角を交換することでさらに手損を重ねるということでね、指され始めた当初は非常にキーにね思われた部分もあったんですが、現在ではですね、その有力な、点がもう認められてましてね、プロでも非常に採用する方が多くなっております。そんなね、一手損角換わり対策をね、ぜひね、今回ゆっくり解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。それでは解説の方を始めていきます。本局、私の先手番で、始まりました。先手が私番で、7六歩、3四歩、2六歩と。で、3二銀。で、2五歩ですね。私の方は角道を開けて飛車先を伸ばすというね、居飛車系のスタートです。で、ここで3二金と上がって、後手の方がね、ここでちょっと変わった形なんですけど、次の手がね、一手損角換わりの、主軸というかね、一手損角換わりならではの手ですね。8八角成と。3三角と上がって同角成同金でね、6八玉に6五角という、こういう将棋もね、実は何局か前の動画でね、取り上げさせていただきました。全くね、テイストが違う将棋なんですけど、そちらの方もね、ぜひご覧いただければなと思います。本局は8八角成とね、これが本当一手損角換わりと言われる指し方ですね。で、同銀に2二銀と。なぜ一手損かというとね、これちょっと上級者の方なら分かってますけどね、角を自分の方から交換すると、相手に手順に取られることで一手ね多く指されてしまうんですよね。なので一手損ですね。現状この局面、後手が指した手は初手から3四歩、3二金、2二銀の1、2、3手ですね。で、先手の方が7六歩、8八銀、2六歩、2五歩の1、2、3、4手指しています。で、4手と3手なんで本来はね後手の手番なんですが、現在は2二銀と上がってる局面なので、これで先手の番なんですよね。そうすると先手は5手目を指すということで、3手しか指してない後手とね、5手目を指す先手ということで1手ね、丸々先手が多く指すことになります。そんなね、手を損するのはね、以前ですとね、そういう角を交換して分かりやすく言って損するのでね、こういう指し方は本当に損でね、やらない方がいいと。昭和の時とかね、昔は本当言われてたんですけどね、近年この指し方見直されてまして、メリットをお伝えしますと、このね、一手多く指してないんですが、指してない部分のところっていうのはこの局面で見ると飛車の先なんですよね。飛車先、先手の方は2つ飛車先をついているで、後手の方は飛車先をついていないですね。で、このついてない部分、本来ね飛車先っていうのは当然ついてた方が飛車の活躍がしやすいと、当然そういう面はあるんですが、逆についてないメリットもあるんではないかというね考え方ですね。具体的に言いますとね、この後例えば局面が進んで、仮にですね、これちょっと仮想図になります。同じようにね、ちょっと飛ばしますね。あくまで仮想図なんで一つの例なんですけれども、例えばこういうような形になりましたと。ね、駒組みが進みましたと。で、飛車先の歩が伸びてる形と伸びてない形。もちろん伸びてる形が悪形とはもちろん言いません。伸びてる形が悪形とは言わないんですけど、伸びてないことで、桂馬をね、8五に飛ぶような手があるんですね。これはもうすごくもう先の話になってくるんですけれども、組み上がった後、先手はねもちろん2五歩が悪い形ではないですが、もう2五歩まで形を決めてしまっているので、先手の方は桂馬を、基本的にはこういう形になれば4五に使うしかないですね。こういう形になればの話ですけど、で後手の方は6五にも使えるし8五にも使えるよと2つルートがありますと。でこれがね非常に簡単に説明すると後手番のメリットになります。で将棋はね歩が伸びてしまったら、ちょっとすみません、下げますというわけにもちろんいかないですね。下げますというわけにもちろんいかないので、先手はもう2五歩とね位を形を決めているので、今言ったように4五から使うしか形がない。で後手の方は8五にも6五にも使えるよと。お分かりいただけますかね。ここの部分がまだこの全然ね局面的には序盤の序盤で桂馬も使われてない状態でその話をされてもとね、思われる方もいると思うんですけれども、シンプルにね一番の狙いを言いますとそういうことになります。でもうちょっとね複合的な狙いとしては、どうせ後手番でね守りに回るんであれば飛車先の歩が伸びてる必要もないんではないかと。ね、飛車先の歩が伸びてなくてもひたすら守りに、ね、専念してもいいんじゃないかとか、そういう考え方なんですけど、一つはねやはり飛車先の歩の形の違いによって
桂馬をね将来的に使いやすくなるよというねものすごい先のことを考えたね指し方です。ただこう角を交換してね角を持ちたいから変えてるわけじゃもちろんなくて、桂馬を将来使えますよというねメリットについてを、追求した指し方と言えますね。はい。で、2二銀に7七銀と角を交換しただけなんでねこれで一気に激しくなるということはなかなかないですね。少し駒組みになります。はい。で、3三銀。すみません。これ、玉を打ったんですね。玉を4一玉。で、これね、3三銀だから自然なんですけど、2四歩同同飛車といけないのが一つミソでして、ここができるとね、先手が得なんですが、3五角とね、打つ反撃があるんですね。これで、飛車を寄っても、これ王様ここでもないですね。飛車が利いているので、5七角成となられて、これはね、飛車先の不交換よりも作られるデメリットがあるんで、これお気をつけください。2四歩ねいけそうなんですけれども3五角の反撃にね常にお気をつけください。で4一玉に4八銀と上がりましてこれでね5七の地点が塞がったので次に2四歩といけます。そして3三銀で3六歩6二銀3七銀とこれがね、今回一手損角換え対策でね私が用いた早繰り銀という作戦ですね。先ほど仮想図で出した串掛銀ももちろん有力なんですが腰掛けにしますとね先ほど出たような形腰掛け銀同士になって桂馬をね8五に飛ばれるような味があってどうかという将棋になるところですね。本局は私は腰掛け銀ではなくて3七銀からの早繰り銀でねこの一手損角換わり攻略をねに挑戦しました。はい。で3一玉8八玉とね6八玉で1回玉を避けまして8四歩で4六銀そうですねここで8五歩と、でこれを突いてしまうと7三桂から8五桂の傷がなくなる味がなくなるんですがこれは先手の4六銀にね対応した手と言えます。具体的に言いますと3五歩同歩同銀というのはね私側の狙いなんですがこの時に8六歩と反撃する手があります。で同銀ですとね5五角と打たれて飛車香両取り同歩ですとこの場合8八歩と打たれて同銀ですと5五角ですね。という両取りということで8六歩の反撃をね見せています。これは臨機応変ですね。一手損角換わりは桂馬を使えるのはメリットと言ったんですが、先手の早繰り銀模様に対してはこの飛車先を伸ばして反撃した方がいいというね、面白い駆け引きですね。はい。で、7八金と守りました。そして9四歩。9四歩とね深い手ですよね。これで3五歩同歩同銀でいけそうなんですがこれでも一応ね8六歩という反撃があります。同銀ですと5五角ですし同歩でね今度は8八歩という手はないんですが8五歩とこちらに継ぎ歩する手がありまして、同歩ですとね同飛車と取られてこの銀桂両取りのね十字飛車がかかります。はい。ですので何気ない9四歩ですけど3五歩をちょっと誘ってるようなね意味があります。で私の方はこの9四歩に6四歩6六歩と突きました。で、5一金と回った手に3五歩とこの7八金と6六歩の2手で、後手の反撃を封じております。その理由としましては、実際3五同歩同銀となった時に8六歩というね手があると言ったんですけどこの場合同銀と取れば解決なわけですね。解決という言葉ですけど大丈夫なわけですね。ここに歩を置いてあるので5五角という手にね飛車風両取りですからねこれでしたら例えば4六銀と引いて6六角に7七銀と引いてもね全然大丈夫と。この7八金から6六歩というのは相手の方のね8六歩の反撃を私は封じたということですね。そして銀が出ていったと。はい。で4二金と上がって、ここまででも先手のペースになりましたね。この後手が反撃しないで、銀が威張りましたので1六歩1四歩と。で追ってくればね2四歩から銀交換すればいいので、先手はね比較的不満のない形勢ですね。一手損角換わりの要するに先手は1手得してるんですけど1手得した分で攻めかかれてる計算になってますよね。8五歩の反撃は無効になっていれば手得の分が生きるので、先手にとって不満のない進行です。はい。で、3四歩と打ちました。これ難しかったですね。実際もちょこしたんですけど2四歩同歩同銀とねシンプルに、銀交換する手ももちろんあるところですね。はい。実戦は3四歩と抑えました。で2二銀とね相手の方はね我慢してきたですね。4四銀と出る手もあるんですが出ると2四歩と突くかこれで銀を取れば歩を成る同歩同銀あるいは
まあ、同銀とシンプルに取って同歩に、まあ、2四歩とね攻めていくか、まあ、これもあったと思うんですけれども、相手の方はね2二銀と、まあ、先手先鋭の形ですね。ただこれはねやはり壁銀と呼ばれる形であまりいい形じゃないのでね、先手がポイントを上げてると思います。2四歩同歩同銀で2三歩。まあここでね3三歩成といっても結構駒がいるところなんでね、ここはちょっと難しい、まあいく手もあるんですけれども、3五銀とね引いてゆっくり指しました。そして6四歩で、7九玉9五歩8八歩とね、私はこちらでもうポイント稼いで一回王様をね安定させました。で、6三銀5八金で5四銀と。まあ相手の方もねようやく遅れていった銀が4段目まで来ましてね、場合によっては反撃が見込めそうな形になってきました。ただしですね、ここの形で非常に悪い形でして、多少ここでですね、まあ、攻め込まれても、例えばごちゃごちゃって戦いになってですね、この、ね、ごちゃごちゃって戦いになったので、こういうところの時に仮にできたと仮定した場合に、仮に仮定ってなんですけど、この時やっぱこの銀がひどいんですよね。ですので、まあ、本当にこういうの局面全体を見ていただきたくてね、まあ、こう攻めてこられて怖そうですけど、もう攻めてこうさせてこの辺で反撃しちゃうのが一番簡単な先手の勝ち方とも言えるんですね。壁銀を強要してますから。はい。で、もう2六飛車と引いて、まあ、ちょっとね、誘うようなとこありますね。後手の攻めので、7四歩。で、5六歩と。この銀をね、圧力かけて、やはりこの辺の駒をいじめてね、この隙ができたところから、左辺からね、王様を攻撃したいということですね。そして、ね、7三桂と飛びました。そして5五歩ですね。まあここはだからそうですよね。例えばこう今2六飛車5六歩出たんですけど、まあ意地を見せてね、こう意地でね、こう角を例えば打って、こうどんどんね、こう壁銀を攻略ね、こうあくまでこう数の攻めをするって考え方はあるんですけれども、まあこれが悪いというわけじゃないんですが、まあ効率的にはですね、ここをもう相手の方はどちらかというと、まあ、ごめんなさいじゃないですけどね、壁銀ですいませんっていう謝ってるとこをもうこうさらに行くよりは、まあ、こちら側がね食い止まってるならば、まあ、本局見られる5五歩とついて、こちら側でね戦いにして繰り返しになるんですけど、ここら辺に例えば駒が飛車を持って例えば飛車を王手するとかするはですね、壁銀を間接的に咎められるのでね、まあ、そういう指し方を目指しました。で5五歩とつきました。で5五歩にね、まあ、取ればまあ銀をいじめる手もありますし、6三角とね打ち込んでね、私の意図をお分かりいただけますかね。こう角をこちらからいじめるとこう嫌ですよね。これ逃げ込めないんでね。なので、真綿で首をね締めるような指し方というわけじゃないんですけど、この壁銀をね間接的にとどめていくとね、でこの銀がいる限りはこの銀がこう前に脱出するのが難しいのでね、はい。で6三銀と、相手の方バックしたんですけど3七桂ですよね。これ先手の方がやはり形がね伸び伸びしてますよね。通常形ですとね、こういうような格好ですかね。極端なことでね、こういう形が通常の形ですから。押し込んでる形というのはね、やはり非常に大きなポイントですね。はい。で、3六歩とね、ここで私の相手の方もね、勝負してきました。これ難しいですよね。ここがやはりこう借金って言い方はちょっとあれですかね。マイナス点を抱えてるんでね。6五歩とか攻める形はあるんですけれども、例えば同歩と取りまして、同桂とね、攻めるって6六銀に6四歩とか、なんだろう6四銀と、こうやるとね、部分的には攻めの形なんですが、6三角と反撃されると、この辺の駒いじめられちゃうとね、やはりもうすぐこう王様に来ちゃうんでね、仮にこれが6四歩とね、つなげる手でも7三角と打てば、どこに飛車が逃げてもね、上なら香車が取られちゃいますし、下がれば6二角成のような手でね、もうちょっと進めれば5二金に6二6三馬同銀7二銀とかやるとね、これ金取っちゃったらすぐ王様に迫ってくんで、これはちょっとサラサラっとやった例なんですけれども、反撃がねカウンターがきつすぎるということで、後手はね本当はこう6五歩とこちらが行きたいんですけど動けないということで、実際はね3六歩というね勝負手ですね。でもこれ油断ならない手でして、こう押さえてる駒がねこの辺いじめられてなくなっちゃうとね、この壁銀が解消されちゃうんで。で実戦は4五角と打ったんですけど、これ同飛車と取ってね何でもなさそうですが、同飛車ですとね一応こう4九角と、2七2つあるんですけど4九角あるいは2七角とこう飛車をいじめてくるんですね。金を寄って、2七角成、こういう展開はねちょっと嫌なところですね。先手で例えば飛車に逃げて桂を取られてとかね、こういう感じは避けたいところです。ですので実戦は3六歩に対して4五角とね、これが私のでも狙ってた手で、桂馬を取れば6三角成で私の方が大きいですね。はい。で5二金と受けたんですが3六角と取りましてね、私の方としてはね、喧嘩を急がないというかね、ここはやはり抑えてるんでね、ゆっくり指して十分ということですね。はい。
で8四飛車と相手の方が浮いたんですが、再びね4五角と。これでね場合によっては2筋から攻める手も見せるということですね。先ほど打っていく手もあるよって話をしたんですが、一歩ねこうかすめ取ってますからね、より破壊力が増しておりますね。はい。でここまで来るとね相手の方もちょっと辛いですよね。こう受けてしっかり受けてるんですが、じっくりじっくりねじわじわとねこう差が広がっているような感じなので、さすがにもう動くしかないということでね、実際6五歩ときました。他の手もねちょっとない難しいですよね。角を打ち込む場所もないですからね。といってね、もうこれ以上ゆっくりしてると先手の方にどんどん攻められちゃうんでね、6五歩で一応角を打ってくれたんでね、先ほどのようにこちら側に角を打ち込まれての反撃がないので6五歩ときました。では1五歩、これは同歩と取りますと、ここでね取った一歩は非常に大きいんですね。2四歩と打って同歩に1二歩と、この歩が打てるのがミソでして、同香に3三歩成とやるとね、華麗な、自分でのなんですけど華麗な技が決まりですね。この香車が取れますね。はい。ここで取った一歩が非常に大きいです。ですので、1五歩と突いた手に、同歩とはねちょっと取れないということで、6五歩1五歩に、実戦は6六とね攻め合いですね。この歩の取り込みも大きいんですが、私の方の1四歩の方がね非常に大きいと。ただ先手は注意しないといけない、やはり壁銀に対してね攻めていっているのでね、その辺は慎重にいった方がいいですね。やはり悪い形のところを攻めるときにね、効率よく攻めないとかえってほぐれちゃうってことがあります。で、7五歩と、こう1二歩と打ってもね2四歩とか、あるいは2五桂とかどんどんねこう、例えば具体的に言うと2四歩同歩、同銀2三歩に3三歩成で、2三にね突っ込んでいくような攻めでどんどん攻められちゃうんでね、食い止められないということで、7五歩とね、攻めとしては非常に、そして白い動きが通るんでね非常にいい手なんですが、7五歩に1三歩成と攻めていきました。で同香で、次の手もね、大事な手ですね。1四歩と、同香成と取る手もあるんですけど、1四歩と打って同香同香で1三歩と、このなる交換にした方が、ここで同香成と取れば同じになるということですね。ただ取るまでは私の強読なので3三香とねさらに攻めていくことができます。こう取り返して違うんですね。さっきの形ですね。この時にすぐ取るよりこう歩を打ってこの形にしてから、攻めていった方が得です。これでぜひ覚えていただきたい。つい同香成とね取りたくなるんですけど、明らかにねこう一手違うというかね、香車が助かってくるので、で3三香と、この手はね同桂と取りますと同歩成と取られて、同銀ですとね香車が助かりますし、同金ですと2五桂という感じでどんどんね攻めが、もうこれ飛車角銀桂香ですからね、攻めがね詰まりません。ですので、1七角とね相手の方は、紛れを求めてきました。で、3六飛車と、これ銀に紐をつけながら逃げまして、これでちょっとね、香車を取っても2五桂と飛ばれてしまうということで、相手の方は3三桂とね対応したんですが、同歩成同金、先ほどのね変化と、同じ形のようになりましたね。2五桂と飛びまして、で、3四歩とね、ここはちょっと対応がねもはやないですね。駒が揃いすぎてますからね、3四歩と打ったんですが、3三桂成同銀3四銀と、溜まっていたね、溜めていた力を一気にね放出させるような攻めですね。で同銀で同飛車と、気をつけなきゃいけないね、こう飛車がいるんでね、先手の後手の方も飛車が効いて受けてますから、そこの部分は注意が必要です。で同飛車同角と、これでね、先手の攻めが決まった格好ですね。駒割り的にも先手が駒得していますしね、何せ玉の安定度が違いすぎますよね。私の方から矢倉で、で、同飛車に7六歩と取ったんですが、これは同銀もあるんですけどね、もう3三銀と、これはとどめの手ですね。玉を逃がさない、上から押さえるという形、これぜひ覚えていただきたいですね。で7七歩成と、取ったんですが、銀をねボロ取ったのは大きいんですが、同金と対応したところでね、相手の方の投了となりました。
本局ですね、この局面投了図以下はですね、後手の方には3二金という分かりやすい詰めがかかっております。で先手陣には王手が続かないということで、3二角2三角成1一飛車攻めには困らないということで、投了もやむを得ないところだと思います。いかがだったでしょうか。戦型がね一手損角換わりということで、一手損角換わりをよくね使用しているというね将棋ファンの方もいれば、一手損角換わりは使わないけれども相手に指されることもあるよというね方もいらっしゃるんではないでしょうかね。そちらの方ね本局の指し方をぜひ参考にしていただいてね、特に早繰り銀を使った時にね、十字飛車あるいは継ぎ歩といったね反撃があるのでね、その辺のところのね対策もねぜひ参考にしていただければなと思っております。はい、この動画が良かったので方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。